回はタミヤの72分の1スケールユンカース JU87B2R2 シトゥーカの仮組みを行います。またタミヤのオーバードコレクションからですね。これはタミヤのオリジナル、それともイタレリの OEM？ イタレリの OEM 製品なのだ。つまり日本国内向けにタミヤがリパッケージして販売しているわけね。そうなのだ。このキットを選んだ理由は？実は以前コメント欄でリクエストをいただいていてね。いろいろあって少し遅れたけど、このタイミングで取り上げることにしたのだ。なるほど、リクエスト回というわけですね。そうそう、普通科は不死身のキットも積んであるんだけど、今回はタミヤを取り上げることにした。そして今回は B 型ですね。タミヤ版は B2 型と R2 型を選んで作れるようになっている。 B2 型はポーランド侵攻や電撃戦初期で活躍した型式ですね。 R2 型ってどんな特徴？ B 型をベースに航続距離を伸ばした長距離型なのだ。300リットル増装を2つ搭載して対艦攻撃や遠距離任務に対応している。なるほど、バリエーションが豊富ですね。タミヤからは他の型式も出ているの？ G2 型も出ているのだ。 G2 型といえば対戦車型、主翼下に37ミリ機関砲を2門装備しているやつですね。そうそう、戦史上最も有名なストゥーカの一つルーデル大佐の蒸気なのだ。やっぱりそこに触れますよね。ちなみに大本のイタレリからは1996年にまず D 型が発売され、翌1997年に B2R2 型が追加されたのだ。タミヤで出たのは G2 型が1997年、B2R2 型は2007年にリリースされたのだ。 B 型の特徴についても教えてください。スツーカは最初の A 型から始まって、エンジンをユモに 111D に換装し、胴体や足回りを刷新したのが B 型。これが本格量産型となり、ポーランド侵攻で主力を務めたのだ。そして有名なジェリコのラッパですね。そうそう、飛脚付け根に取り付けられたサイレンで急降下時に大音量を発生させた。何のために？敵を心理的に圧倒するのが目的なのだ。空襲の恐怖、スツーカというイメージを決定づけたわけね。さらにプロパガンダ映像でもサイレン音を使って恐怖を誇張したそうなのだ。ただしパイロットからは不評だったとか？そう、騒音で疲労が増したり通信の妨げになったり抵抗が増えて性能低下にもつながったのだ。だから途中から外されるようになったのね。そうそう、 D 型以降では一部の未装備となった。ではここからは他社キットについて教えてください。72分の1に絞って紹介するのだ。まずは1957年にエアフィックスが B 型を発売。当時は袋入りキットの時代だった。古い歴史がありますね。1963年には日本の大滝からも発売。富士見以外にも国内から出ていたわけね。その後1968年にはフロックから G 型が登場し UPC、 さらに長谷川にも OEM 提供された。昔は長谷川からも出ていたわけね。1972年には LL から B1 型、1975年にはレベルから G 型が出ている。タンクバスターのやつですね。そうそう、1978年にはエアフィックスの新金型版が登場。こちらは B2 型のようですね。さらに1986年には富士見が B 型、D 型、G 型を展開し、後にホビー2000からも再販された。かなり群雄割拠ですね。同じ頃、韓国のアイデア科学からも G 型が発売され、ホビークラフト経由でも出回った。ふむふむ。1996年にはイタレリが D 型で参入し、翌年に B2R2 型、さらに G 型とバリエーションを拡大。これがタミヤへの OEM にもつながったのだ。他にもまだあるんですか？2002年にはアカデミーから G 型、2006年には B 型が発売。スペシャルホビーやホビー2000、同友社にも OEM されている。最近のキットだと2013年にホビーボスが D 型と G 型を、2015年にはズベズダが新金型で B 型をリリース。ふむふむ。さらに同年、エアフィックスからも最新の新金型版が発売され、 B 型と R 型が揃ったのだ。いや、こうしてみるとスツーカって本当に世界中のメーカーが手掛けているのね。そうなのだ。まさに定番アイテムと言えるのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中のスツーカ B2 型なのだ。東部戦線の様子かしら。箱の中身はグレーのランナー2枚、透明パーツが1枚、デカール1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは3種類。第2級降下爆撃航空団第3飛行隊で東部戦線、第3級降下爆撃航空団第2中隊でシチリア島、
第1級降下爆撃航空団第3飛行隊で北アフリカなのだ。なるほど。部品点数は全部で74点。72分の1スケールのレシプロ機としては部品点数は多いですね。それではタミヤの72分の1スケールユンカース JU87B2R2 シトゥーカの仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で6パーツ。操縦席床とケーキパネル、座席が2つに操縦桿なのだ。ケーキパネルはモールド表現で細かい塗装指示もついているのだ。パイロットがついてませんね。ある程度操縦席のディテールがあるのでよしとしましょうか。次はエンジンですね。水冷エンジンとなるのでエンジン自体はないのだ。エンジンを包むカウリングの組み立てとなるわけね。カウリングは全部で8パーツ構成。一部スピナー後部も含まれるのだ。排気管もつけるわけね。そうなのだ。次はプロペラかしら。プロペラは2パーツ構成。3枚プロペラにスピナーをかぶせるのだ。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着なのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドとなります。やや太めながらもはっきりとしたモールドなのだ。主翼はどうでしょうか。主翼は全部で3パーツ構成。主翼かパーツの穴開けから始める。結構開けますね。穴開けが終了したら主翼かパーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなります。胴体と合体ね。胴体と主翼を組み合わせたら機首にカウリング部分をつける。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ3パーツずつ。水平尾翼の支えが必要なのね。支え以外はいつもと一緒で胴体に差し込む構造。なるほどね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは3分割となっているので操縦席の開閉選択ができる。後部キャノピーには機銃を組み込むのね。そうなのだ。透明度は問題なさそうね。問題はないけども胴体の合わせに隙間ができるかな。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤとスパッツとサイレンの構成ね。サイレンはつけないパターンも選べるのだ。次は尾輪ね。尾輪は胴体と一体となっているのだ。折らずに済めばってことね。次は細かいパーツなのだ。左主翼にライトを取り付けて右主翼には気筒管も取り付ける。胴体上にアンテナも取り付けね。主翼仮面にエアブレーキや動翼のリブを取り付けるのだ。最後は吊るし物ね。胴体下に250キロ爆弾を詰めて左右主翼下に小型爆弾を2発ずつ詰めるのね。さらに増装も左右主翼に吊るせるのだ。では終わりに総評なのだ。今回はタミヤの72分の1スケールユンカース JU87B2R2 シトゥーカの仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみた感想はどうでしたか。当時の定価は1300円。価格を考えれば造形バランスも悪くなく全体のプロポーションも致命的に崩れていないと感じたのだ。モールドはどうでした。やや太めではあるけれど深さもしっかりしていて合格点といった印象だったのだ。操縦席はどうでした。コックピットはシンプルながらも座席やケーキ板など最低限のディテールは備わっていた。クリアパーツも透明度が高く歪みも少なかったのだ。キャノピー越しに見える範囲なら十分に雰囲気が出そうね。ただしネットでの評判ではスピナーや機首部が実機よりやや太く先端が丸く見えるという指摘があったのだ。なるほど。さらにコックピット後部やケーキ板周りに隙間が生じやすくキャノピーとのフィッティングには調整が必要という声もあるみたいなのだ。今回の仮組みでも確認できましたね。とはいえ初心者から中級者向けの内容で価格に見合った両キットと言えるし完璧ではないものの手を入れるべき箇所を把握すれば上級者も満足できる作品に仕上がるポテンシャルを持っていると思う。なるほど。何にせよコストパフォーマンスが高いのは嬉しいですね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。